これまで恐竜3種命名、毎年数ヶ月恐竜を掘ってるガチモンの恐竜研究者、こちるいすすむです。今回紹介する論文は、鳥の脳みその肥大化が動く頭の獲得につながったという論文です。2025年の3月に発表されたものですね。まず、動く頭って何ぞやってなると思うんですが、鳥の頭って結構動くんですね。こんな風に口が開くだけじゃなく、例えばアヒルだったらくちばしの付け根が動きますし、シギの仲間だったらくちばしの先端が動いたりします。これは能動的な上顎運動、パワードクラニアルキネシスと呼ばれ、鳥類が大繁栄できた鍵だとされています。だからこそ、この構造がどのように進化したのか、恐竜からどのような過程を経て変化してきたのかという疑問は多くの研究者の謎でした。ただ、絶滅動物の頭が動いていたのかどうか、これを調べるのは結構難しいんですね。問題解決の障害となっていたのは大きく分けて2つ。1つは骨と骨が合体していないからといって、それで骨が動かせたかどうかは別だということ。そして構造的に動けるからといって筋肉が積極的に動かしているとは限らないということです。筋肉などは化石として残らないため、そもそも動かすための筋肉がついていたかどうか、それがわからないんですね。なので重要なのは筋肉などの動力源が存在すること、そして骨同士が互いの動きを阻害しないこと。前提条件としてこの2つを満たしてないと、能動的な上顎運動は獲得できないとされています。この筋肉を支える上で重要なのが鳥の脳みそです。鳥の頭の骨を見てるとわかるんですが、鳥の場合、目の後ろのほんの小さいスペースまで筋肉が追いやられてるんですね。この筋肉の再配置こそが鍵なのではないかというのがこの論文の趣旨になっています。つまりこの論文は脳みそが拡大し、横方向に膨らむことで顎の筋肉から伝わる力が前後方向に変化したこと、そしてこれに伴って顎の運動性能を司る骨の形が変化し、互いの動きを阻害しないような構造に徐々に変化したことによって筋力による能動的な上顎運動が解放されたという仮説を立て検討しています。この仮説を検証するためにアロサウルスやティラノサウルスなどの頭が動かないであろう恐竜類から、シソチョウやイクチオルニス、ヘスペロルニスなどの白亜紀の鳥類、そして現在の鳥類まで幅広い恐竜類を解析しています。まず脳みそが大きくなるにつれて顎の筋肉ベクトルが変化したという仮説について、これは明確に祖先的な恐竜類は縦方向、つまり顎を開け閉めするベクトルが強いのに対して、原生鳥類では前後方向に力がかかっていることが分かりました。これによって器用にくちばしを動かしやすくなったとしていますね。次、リンク機構解析という解析に関して、骨と骨がそれぞれの可動性を阻害しないか調べるものですね。解析の結果、恐竜だけではなくダチョウなどの古顎類と呼ばれる古い鳥類ですね。これもほとんど可動性がないということが明らかになりました。例外的に化石鳥類の一部、イクチオルニスが多少の可動性を持っていたようですが、それでも原生鳥類には及ばないレベルだったようです。以上の結果を受けて、鳥類の頭が可動性を得る流れとしては、まず脳の肥大化が起こり、これによって筋肉の再配置が進むと、これに伴って筋肉の力が上下よりも前後方向に伝わりやすくなり、頭を動かす準備が整います。同時にくちばしも器用さが向上しているみたいですね。そして頭の骨の中でもお互いがっつりとくっついていない可動性のある骨が増えていきます。これらの可動性のある骨の割合、そして配置が敷地を超えると、
進学類で動く頭が獲得されるという流れですね。ここで注目したいのは、飛翔能力の獲得の方が先であるという点です。もちろん空を飛ぶというのは鳥類において革新的な進化で、新たなニッチに進出するための鍵でした。しかし同時に、空を飛ぶという戦略を手に入れた鳥類が、さらにいろいろな餌資源に適応できるようになった飛翔の次に起きた大革命がこの動く頭です。これによって鳥類は生態的な多様性を大きく向上させたとこの論文ではしています。まとめると、鳥類の頭は筋肉を使って能動的に動かせるんですが、それが一体どのように進化したのかは不明でした。この研究では新しい技術や解析方法によって恐竜類から鳥類へ進化する過程で筋肉の配置が変化し、頭の前後運動が可能になったこと、そして骨が互いに邪魔しないように連動することによって初めて頭が動かせるようになったということが判明しました。これらは脳の肥大化によって促進された変化であるという点も面白いですね。そしてこのように動く頭は鳥類の多様性を爆発させた鍵だったとされました。今回は以上になります。鳥類の頭の可動性、そして脳の肥大化、筋肉の配置について面白いと思ったら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。今回の動画みたいな内容はですね、毎週日曜日に、ライブ配信で話してもいるので、直接聞きたい、質問をしてみたいという方はぜひぜひそちらも、ご参加ください。以上となります。それではまた次回お会いしましょう。